モカツ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー336三国伝先人決闘編南方騎馬隊を作ります。2009年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てです。キットの開封から。定価500円の三国伝では29体目のリリースキット。パーツの封入は2袋でした。基本成型色2色のパーツ構成。ポリキャップはありません。シールと手綱用のリード線が付属。コミックもついた説明書は8ページ構成。コミックは番外編の設定で4ページにわたって展開されています。先に発売されたシリーズナンバー324部隊兵の1体とナンバー328白銀流星馬の成型色シールを変更したセットアイテムです。各パーツを説明書に沿って組み立てていきます。まずは説明書の一部である軍旗を切り取り、シールでパーツに取り付けていきます。このあたりの設定も部隊兵の時と同じです。騎乗が可能、そしてアクションベース2への接続も可能な内容になっています。緑の成型カラーの兵士を組みます。頭部、胴体が一対になったシンプルな構成です。パーツのはめ込みにはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って丁寧に組んでいきます。今回はパーツカットは説明書に沿って全て薄刃ニッパーでカットをして準備をしていきました。目だけはこの素組みの製作パートで貼り付けてしまいます。南方騎馬隊の兵はミリシャから遥か南方の土地に住む異民族の兵士です。先に兵士を組んでおきます。足、腕はそれぞれ独立した一つのパーツでできていました。軍旗は背中に背負わせます。素組みでは戟を右腕に、盾を左手に持たせる形で作ってみました。続いてアスラ騎馬を組み立てます。武器の画戟は密林での使用を想定して作られたもので、軽量で扱いやすく、突き攻撃で本領を発揮します。盾は投光画陣といい、つなげることで強度を増します。軽量で水にも浮き、密林での戦いには欠かせません。頭部パーツを組み合わせて作り、胴のパーツと合わせておきます。尻尾も挟み込む形で本体を組みます。南方国の兵士たちは、宝刀の手により闇の力に暴走させられ、孔明らと戦うことになってしまいましたが、天正流に覚醒した孔明によって解き放たれ、その後は孟獲らと共に闇の勢力との戦いに参加しました。アスラ騎馬にもある目のシールは、この段階で貼り付けてしまいます。前足を左右作っていきます。南方騎馬隊の必殺技はアスラ七方陣。敵の真正面を除く七方から全軍で一斉突撃する技で、正面に突破口を用意するのはそこに無敵のアスラ王が待つからとされています。三国伝は BB 戦士20周年記念作品で、古代中国をモチーフとしたミリシャを舞台に、歴代ガンダムシリーズに登場したモビールスーツたちがキャラクターとなり、群雄割拠の戦乱を繰り広げる物語です。続いて後ろ足です。アスラ騎馬本体に前足、後ろ足を取り付けていきます。リード線を通してパーツとセットしておきます。兵士を騎乗させます。フロントビューからリアビュー。素組みで組んだパーツは一旦分解して次の塗装工程に向け下地をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー336三国伝先人決闘編のシリーズから南方騎馬隊、まずは素組みで兵士とアスラ騎馬を一旦作りました。
次回パーツをペイントしていきます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。